皆さん、こんにちは。チョコジャパのお時間です。今日もラジオを聞いてくださり、ありがとうございます。10月ですね。太陽が沈むのがだいぶ早くなって、夜の時間が長くなっていますね。秋は夜が夏より長くなる。秋の夜長です。秋の夜長というのは、チョコジャパのエピソード2でお話ししているので、こちらをチェックしてみてください。さて、今回は月をテーマにお話ししていきたいと思います。月ですね。最近は9月17日に中秋の名月といって、秋の綺麗な月も見られましたね。9月17日が祝日だったよっていう方もいらっしゃるかと思います。中秋の名月に限らず、今まで大きくて丸い綺麗な月は何度も見てきましたけど、やっぱり何回見ても綺麗だなーってテンション上がりますね。必ず写真撮っちゃいます。今年も撮りました。旅行中に小さいカメラで撮ったのでちょっと小さいんですけど、やっぱり綺麗ですよね。本物はもっと綺麗でした。ところで、皆さんは月に何が見えますか？月ってちょっと模様があるじゃないですか。それ、皆さんはどんな形に見えますか？または、皆さんの文化の中では、月の模様はどんな模様だって言われていますか？日本はですね、月ではうさぎが餅をついています。うさぎがペッタンペッタンって餅を作っています。聞いたことある人もいますかね？ペッタンっていうのは餅をつく音のことです。ペッタンペッタンって繰り返すと、餅を何度も何度もついている様子っていうのが浮かびます。うさぎの餅つきと月の模様を重ねるとこんな感じです。どうですか？うさぎが餅をついているように見えますか？実を言うと、私はちょっと見えません。わからないです。でもこうやって絵と合わせてみると、なるほどなーって感じます。月をパッと見たときに、もうこれにしか見えないっていうのはちょっと正直ないんですよね。でも何がいるかなってよく見てよく考えたとしたら、私は餅をついているうさぎじゃなくて、お腹に赤ちゃんがいるうさぎに見えます。横から見たお母さんうさぎです。ちょっとお腹が大きく見えませんか？どうでしょう？日本ではいろんなお話とか考え方からうさぎが餅をついているって言われています。ただ、私みたいに、餅をついてるうさぎには見えないなぁっていう人もいます。でもそういう話が昔から広く言い伝えられてきたので、もしイラストとかでうさぎと月と餅、この3つが揃ったら月が綺麗な秋が思い浮かびます。なので9月のカレンダーのデザインにうさぎと月と餅はよく使われています。月の模様は文化によって本当に全然見え方が違うみたいなので、皆さんの見え方や皆さんの文化の中で月にいるって言われているもの、
ぜひ教えてください。今日は月の模様についてお話ししてきましたが、今日の月は丸い満月の反対、新月です。新月なので、今日は残念ながら月が見えません。また満月になって、もしこのラジオのことを覚えていたら、空を見上げて月を見てみてください。それでは、また次のチョコジャパでお会いしましょう。またねー。